ドイツのグレイカノから新製品をいろいろ送ってもらいました。今回はね、こういうスリーブプロっていう限定コラボスリーブですね。あとは、新しく発売になったコインっていうグレイカノドリッパーでフラットフィルターを使えるようにするためのアタッチメント。あとはカップカノっていうグレイカノ製のカップですね。カップが2種類。あとはおじさん初体験になるグレイカノンとシバリストがコラボして作ったフラットフィルターですね。何気におじさんシバリストフィルター初体験なんで、いや、かなりすごかったですね。1枚72円するだけのことはありました。後で試してみます。それでなんでおじさん、ドイツのグレイカノからこんないろいろもらえるのかっていうと、実はこのおじさんの持ってるグレイカノドリッパーは2022年11月2日、グレイカノが日本人と初めてコラボレーションした記念のドリッパーです。日本初上陸のグレイカノドリッパーです。この時代はね、もう日本の代理店も全然ない時代だし、そもそも日本人でグレイカノドリッパーを知ってるっていう人がほとんどいなかった。で、その時におじさんがグレイカノに直接、ちょっと俺とコラボレーションしてくれないかとお願いしたら、日本からグレイカノに連絡を取ったのがおじさんが初めてだったみたいで、ぜひ喜んでということで送ってもらったのがこのドリッパーになります。で、おじさんはワールドブリュアーズカップでドイツの代表と、あとね、去年優勝したウォルフさんもその当時はオーストリア代表で、まだ2022年当時はね、グレイカノ使ってたんですよ。オレアじゃなくて。その関係で、これいいドリッパーなんだなって、コンペティションレベルのドリッパーなんだなっていうの分かったので、連絡取って送ってもらいました。その頃はね、スリーブも、おじさんのモデルは初期モデルなので、初期モデルについてきたスリーブはね、こういうスリーブでした。これが一番最初の頃のスリーブね。で、一度スリーブが途中でマイナーチェンジを受けて、新しいスリーブになった時に、その時送られてきたのがこの、今おじさんが使ってる新しいタイプのスリーブです。これもね、ドイツから送ってもらいました。で、グレイカノドリッパーは、ご存知の方も今はね、多くなったかもしれないですけど、鋳造アルミ製です。アルミ鋳造ボディを、シリコンベースの特殊なコーティング剤でコーティングして、保温効果を高めていると。もう一つの特徴は、ここがエアポケットになってて、温められた空気が再び上に上がってドリッパー自体を再加熱すると。そこに、火傷防止としてスリーブが加わることによって、さらに保温効果が高まると。蓄熱性と保温性に優れてる。で、目指したのは抽出効率のさらなる向上と。じゃあなんでそこまで抽出効率を目指してるのかっていうと、言ってみれば、どの豆っていうわけじゃないですけど、一番は朝入りのスペシャリティにターゲットを絞ってると。それはメーカーはそうは言ってないですよ。別にこれで深入りをやったっていいわけですから。ただ、抽出効率をそこまで上げるのはなぜかって言ったら、一番は朝入りのスペシャリティに特化してるって言ってもいいですよね。極限まで高めてると。やってることは、オレアとは真逆なわけですよ。オレアは、この素材に思いっきり熱伝導率の低い素材を使って、お湯からドリッパーが
熱を奪わないようにして、お湯の保温率を高める。それで抽出効率を上げるっていう手法をとってます。で、それに対して、こっちはもう熱の伝導率がバリバリ高くて、熱は奪うけど、その分すぐ加熱保温すると。それで抽出効率を高める。目指しているところはどちらも抽出効率のさらなる向上。ターゲットは浅入りスペシャリティ。でも、アプローチの手法は真逆っていうところが面白いですよね。日本だから日本人コラボを送ってきたんだろうね。でこれに、このシリコン製のグレイ化のコインがセットされると。すると、例えば専用のこういうシバリストフラットフィルターだったり、ウェーブフィルターが使えるようになると。1枚72円だよ。グレイカンからもらったからこうやって使えるけど、自分の小遣いで1枚72円のフィルター買うかって言われたらちょっとね、買うかな。極浅入りエルサルバドル 15g 入れていきます。シバリストフィルター使ったことない人は、一回使ってみた方がいいと思う。これね、おじさんも、消耗品のペーパーフィルターにさ、って1枚60円とか72円とかどうなのよって思ってたんですよね。完全に興味用だよね、みたいな。一般家庭でこんなの使ってらんないよって思ってたんですけど、今回ね、たまたまグレイカノからこうやっていただいてね、使えるようになって、一回使ってみたら、これね、一度は体験してみるべきだなって思いました。やっぱね、知らないのと知ってるのは全然違うね。世界の競技会でこれを使わなきゃ勝てないんじゃないって言われてるような超高級なフィルターって一体どんなものなのかっていうのは一度は使ってみた方がいいんだなっていうのが分かりました。やっぱね、高いだけはあるよ。黙っておじさんがもらった道具でコーヒーを入れるっていうだけの、ただ単にそういう動画になってしまいました。でもね、これ、いいですよ。美味しいです。やっぱりね、オレアもだけど、グレイカノとかオレアとかは、もう浅入りの、それも極浅入りのスペシャリティにはもうほんと最高ですよ。もうそれに特化してるだけあって、もう極浅入り楽しむんだったらもう、オレアかグレイカノ、最高ですね。これで別に深入りのコーヒー飲んでダメだっていうわけじゃないですよ。使い方に
こうだっていうのがあるわけでもないですし、高い金払ってね、自分で買ったんだったら、自分の好きなように使えばいいわけで、別におじさんがね、そんな使い方どうかなっていうのも、まあ、大きなお世話っちゃ大きなお世話なんですよ。ただ、これを例えば深入りで使うっていうんであれば、普段よりね、お湯の温度を気持ち下げるとか、もうさらに抽出効率を下げるような方向で使った方がいいんじゃないかなっては思います。うんね、抽出効率を極限まで追求したやつ、ドリッパーを使って抽出効率をわざわざ下げて抽出するんだったら、初めから抽出効率の低いドリッパー使った方がいいんじゃねえのって、ただ思うだけで、それも大きなお世話っちゃ大きなお世話なんですよ。別にね、最新のドリッパーでね、100年ぐらい前のね、入れ方でコーヒードームぷっくらさせて入れたっていいんですよ。そんなのは。うん。おじさんが変だなって思ってりゃいいだけの話なんでね。まあ、どうでもいい話ですよ。まあ、そんな感じでね、今回は別に、ただ単におじさんがメーカーからこういうのもらいました。いいでしょうっていうだけの動画です。コーヒー入れて美味しかったなっていうだけの動画なんで、特に何かプラスになったこともないとは思いますけれども、グレイカノとかね、興味あるような方いらっしゃれば、なんか質問いただければお教えします。今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。